はい、ではリスナーから届いたふつつと紹介しましょう。ミンさんからいただきました。神谷さん、小野さん、進撃の巨人10thアニバーサリーアタックフェスお疲れ様でした。お疲れ様でした。私は2日目現地にいて参戦させていただきました。会場に入る前からドキドキでどうなることかと思いましたが、いざイベントが始まるとオープニングから涙ボロボロでした。その先の展開を知っているのでどうしても想像で涙が出てしまい、4時間ずっと泣きっぱなしでした。朗読の時、特に白夜の回では何度目かわからないもうエルヴィンはいないんだを体験しました。ハンジさんのもう死んだよの後のリヴァイさんのソーカーの時、神谷さんが視線を天井の方に向けた時に抑えきれずに、涙大洪水でした。ここまでハマったアニメは進撃の巨人が最初で最後だと思います。そのイベントに神谷さん、小野さんが出演している。そして、一ファンとしてイベントに参加させてもらえたこと、出演者の皆さんもおっしゃっていましたが、こちらこそ本当にありがとうございますとのことでした。はい。1月28日にですね K アリーナの方で、進撃の巨人10thアニバーサリーアタックフェスというものに、がありまして、それに我々参加させていただきましたね。でしたね。いや本当にこの10年の集大成ファイナルイベントということで、まあなんて言うんだろうな、もう本当僕らもそうだし、全出演者が並々ならぬ思いでなんかこう望んだんだなっていうのは今改めて思いますけどね。そうね。もう10年間ってやっぱり長いんだと僕思うんですよ。ずっと作品に触れてたわけじゃないんですけれども、あの特殊な世界の中で生きてきたじゃない。アフレコ、アフレコの時だけではあったけれども、あそこでのなんか生き方っていうものを、音響監督の皆さんに散々叩き込まれたじゃない、我々。そうだね。そうだからなんかこう新しくアフレコに参加した人が、やっぱりただなんかこうセリフを言って自分の役割が終わったっていうふうに思ってると、死ぬぞお前っていうふうに言われるような現場だったじゃない。それを言って次お前どうするんだって、視線をどこに向ければいいっていうことを考えながら喋ってくれっていうことを徹底されて、僕らはそういうものを徹底されたがゆえに、なんていうんだろうな、次から次へと違うダメ出しが来たじゃない。だからその生き方はもう入ってしまってるから、それプラスアルファじゃあどうしたら生き残れるのか、どうしたらみんな、数多く生き残ることができるのかとか、そういうことを考えながら喋らされてきたずっと。死と隣り合わせの緊張感っていうのは常に感じながらやってくれと。そう抜けた瞬間にやっぱ言われるんですよね。それは指摘されるし、自分たちもハッてなって、そうなの、またグッとこう顎を引いて歯を食いしばるみたいなね、そんな収録でしたね。だからすげえしんどいなと思いながらやってたけど、出来上がったものがね、やっぱりこう日本だけじゃなくて世界にも認められて、最終回の熱狂みたいなものは、いやなかなか味わえないものだったんで、ありがたいなと思っていたところ、それを人前で生でやれとしんどいんだよそれ。そうなんだよね。ほんと辛いんだよ。なんでやっぱり小野くんも言ったけど、並々ならぬこうなんか覚悟で、臨んだんだとは思うんですけれど、特にそのこうね、メールにも書いてくださってる白夜のシーンをもう一度やるっていうのは、本当役者としてはもう一度地獄を再現しなきゃいけないんだっていうのは、辛くもあるけども、ある種喜びでもありますよね、演者としては。あの時以上に、あの時と同じ気持ちとあの時以上の思いを込めてやれたんじゃないかなと。だから隣でね、向こうに行った後こういう風に神谷さんがやってたっていうのもなんか改めて隣で感じながらあの場にいられたから、嬉しかったですよね。ありがとうって言った後の表情とかね。その回想シーンが入るわけです。兵士たちを地獄に導け、獣の巨人は俺が必ず倒すというシーンが挿入されるじゃない。あれってアニメーションだと当然過去回想だから過去の音源を拾ってそこに持ってくるわけですよ。ところが生でやろうとすると、時系列的には戻されるわけじゃない。だからあれを急に挿入されると、気持ちがぐちゃぐちゃにされるのね。されるね。確かに。そう過去回想は持ってきてくれるからね、本当は。本当はね、オンエアではね、過去に撮った音源をそこにはめ込むんだけど、それができないもんだからさ、やらされるじゃん。いやだからなんかいろいろしんどかったですね、これはね。しんどかった本当に。でもその捧げた心臓の行方みたいなの、ほらエルヴィンも見たかったし、みんなそれをね見守ってくれたわけじゃないですか。亀谷さん最後の挨拶で言ってたのは、その歴史の証言者、目撃者であり証言者になったって
っていうのは確かにその通りで、みんな行方を、心臓の行方を見守ってたんですよね、捧げた心臓がどうなるのかっていうの。そういう意味での幸せはあったんだろうな。もう一回やらせてもらえて、そうね、こうなったよっていう、お疲れ様っていうね。だからそのラジオ番組でもね、この番組でも言いましたけれど、原作が終わってアフレコの最終回を終えて、オンエアが終わって、で、3回なんか終わりを迎えた感じがしたけれども、単行本の発売の終わりもあったか、4回ぐらいあって、で、今回のこの、アタックフェスで、ついにちゃんと本当にもう、全て終わったなと。5回、都合5回の、終わりをなんか我々迎えた感じがしてですね、はい、もうヘトヘトなんで、なんかカジ君たちはもう一回やりたいみたいなこと言ってたけど、本当だよ、下野くんが特に言ってた。下野くんが言ってたけど、二度とごめんですね。終わりたくない。やりたくねえっす、もう。そうだね。もう行き切ったよ。もう楽にしてやってくれみたいなね。そうそう。思いが毎回俺たちを何か終わるたんびに、これで終わっちゃうんだっていう感覚がやっぱり繰り返してきて、5回やったんで。もういいだろうと。もう何よりね、カジ君をもう休ませてやってくれ。そうなのね。最後の最後まで行き切ってさ、でもすっごい舞台袖で、そのミカサの最後のシーンって一人じゃないですか。もう石川由依ちゃん一人で、由依ちゃんがもう本当に素晴らしいセリフで最後締めた時に、マフラー巻いてるシーンをカジ君が袖で見てたのよ。でその後ろ姿があまりに神々しくて、なんだろう、いやエレンだった、後ろ姿が。カジ君はエレンだよ。そうなのよ。カジ君はね、本当にエレンやってる時はね、エレンなんですよ。だから柄が悪くて。そこそう、もう怒りだからね。行動理念がね、柄が悪くて、普段そんなこと言わないじゃんお前っていう感じのね。確かにイラついてるよ。そうそうそうなんだよね。だから最後穏やかなところでね、終わってくれたんで、最後の挨拶あんな感じになったと思うんですけども、とりあえず5回目の終わりを迎えまして、これでやっと全て終わったかなという、もう本当にこれで落ち着いて次のなんか声優人生歩んでいけるかなというふうに思っておりますので、はい、本当に素敵な作品に出会えて我々本当に幸せでした。幸せです。はい、ありがとう。はい、というわけで引き続き皆様からのふつつとお待ちしております。